まず最初にお伝えしておきたいんですけれども、これ実際に起こった災害にまつわる話なんで、ちょっと扱い方すごく迷ったんですけれども、ただこれはちょっと皆さんにぜひ聞いてほしいなと思ったので、今回ちょっと怪談めぐりさんの方でお話しさせていただこうかと思うんですけれども、平成29年の7月、九州北部豪雨災害がありましたね。で、亡くなった方も30名以上、37名という方が亡くなって、で、行方不明者も多く出てしまって、でも、人的被害が出た他にも、家屋が倒壊して、本当に大きな被害が出てしまったっていう災害だったんですけれども、この時に実は、ニュースですとか、新聞に一切報道されていないんですけれども、この災害の時に一つの集落がまるっきり消えてなくなってるんですよ。はい。これ仕方がないことなんですけれども、人がたくさん密集している土地ってどうしてもそちらの方にレスキューが多く優先的に行ってしまうということが多いそうで、大分県と福岡を中心にかなりの大雨が降って線状降水帯が発生してっていうことで、この福岡市内の方に大きな川が流れていて、で、学校ですとか大きな施設があるからというので、そちらの方に優先的に救助が回ってしまって、どうしても人が少ない方っていうのが、なかなか手が回らないっていうことが残念なことに多いそうなんですね。はい、で、この時に実際にその一つ消えた集落に救助に当たったっていう方からお話を聞かせていただいたんですよ。救助に当たった方なんですね。はい。救助に実際に行かれた方がいまして、この方っていうのが、もともとレスキュー隊ですとか消防ですとかそういった関係のお仕事ではなくて、普段は警備の会社に勤めていらっしゃる方で、ただ普段そういった仕事をしているのではなくて、警備の仕事なので、レスキューに行ったりするのは何か大きな災害があった時に、指示があった時に、ちょっと手伝ってくれないかという、そういう連絡があった時に待機して、救助に行くというような、そういう役割を果たしていたそうで。で、その日朝から雨がポツポツ降っていて、もう大雨になりそうだなという予報が出ていたんで、みんなで集合して待機をしていたんですね。で、そんな大事にはならないんじゃないかって地元の人たちばっかりの集まりだったんで大丈夫じゃないかって言ってると、だんだん雨足が強くなってきて、で、気象庁の方ですとか、本部の方からある集落に救助に当たってほしい。もうそろそろ山が危なそうだから行ってくれないかという指示が入ったんですね。で、この体験者の男性が、このチームの隊長さんだったんですよ。で、6人のチームを組んで、とある集落に救助を向かうことにしまして、で、2台の車に分かれていくんですが、1つが機材ですとか資材を運ぶための大きなトラックで、もう1台が住人たちを乗せるためのバス。これで2台に分かれて現地に向かって、で、その集落っていうのがもう本当の田舎の田舎で、山になっていて、1段目が誰それさんち、2段目が誰それさんちというので、ポツポツと民家が建っている。で、この集落から大きな道路に出るまで30分以上もかかるような本当の田舎なんですね。名簿を頼りに、15、6人という人数なんですけども、名簿を頼りに一軒一軒回って声かけをして避難しますよというの。でもほとんどは高齢者の方、皆さんをそこに仮設のテントを立てて、で、そこに誘導してという作業をしていったんです。で、どんどん雨足が強くなってきて、で、名簿通りの人数確認できて、テントに避難させることができたので、じゃあ、これから近くの避難所である小学校に向かいましょうということになって、バスに乗り込んで、出発しますよと言った時に、一人のおばあちゃまが、孫がおらんって言い出したんですね。孫？おばあちゃん、孫がいるの？って。で、話を聞いてみると、実は普段別々に暮らしているそのお孫さんが、たまたまおばあちゃんのお家に遊びに来ていて、で、行き先を告げずに一人で遊びに出かけちゃったっていうことだったんです。どこに行ったのかわからないということで、さあどうしよう。どこに行ったのかわからないのを、この危険な状況で探しに行かなきゃどうしようって、そんな話をしていると、指示が入って、大雨をもたらす雨雲が間もなくその集落の上空に差し掛かるから、今すぐそこから避難しなさいという本部からの指示が入ったんですね。じゃあもうこれから避難しなきゃってなるんですけど、いや、お孫さん探さなきゃってなっている時に、
突然、この村中に響き渡るような何かの大きな生き物の鳴き声のようなものが聞こえてきたっていうんですよ。はこれは本当に形容しがたい。なんとも表現のしようがない。何にも似てないってご本人おっしゃっていたんですけれども、巨大な何かの生物、動物、なんだかよくわからないけど、大きな獣のような鳴き声が村中にうわーっと響き渡って、なんだってみんななるんです。なんだって言ってる時に一人の隊員が、ちょっと、あれ見てくださいよ。あれ何ですかで、ふっと見ると、村全体に取り囲むように何か大きなものがうわーっと動いていくんです。はい。で、なんだろうな。見たこともない。人間って見たことないものってじーっと見ちゃうんですけど、なんだかよくわからない巨大なものがうわーっとゆっくり村のこう周りを取り囲んで動いていて。で、よーく見てみるとそれって大きな蛇なんですよ。大きな蛇。伸ばしたら新幹線くらい長さがあるんじゃないかって、そのくらい大きな蛇がずーっと山を取り囲んで移動していくんですね。なんだこれ何ですかねこれみんなわーってなってる間もうわーという稲鳴きが聞こえている。でも、お孫さん探しに行かなきゃってなるんですね。で、その状況で、俺ちょっと探してくるから、おばあちゃんどんな子って聞いて、その子の特徴を聞いて、小学校3年生のみきちゃんという子で、服装、髪型、年、どういった、表情をしているかとか、いろんなこと細かく聞いて、俺じゃあ、探してくる。安全な場所に住人たちを避難させといて、必ずその子を連れて戻ってくるから、大丈夫だから。で、今これ見えてるものを、お前たち絶対に本部とか気象庁とかに知らせるなよって。というのも、これ今見えてるものを伝えたら自分たちがおかしくなったんじゃないかって思われるから、絶対言うな。大丈夫だから、逐一報告するから、俺必ず探してくるから待っててくれ。そう言って、もう当てはないんですけれども、そのまんま走り出したんですね。で、なんとなくなんですけれども、この動いている蛇の頭の部分が見つかったら、そのあたりにミキちゃんがいるんじゃないかって思うんですよ。で、その胴体辿って、わーっと走っていって、でも雨がどんどん強まっていく中、ミキちゃんって叫びながらわーって走っていく。蛇はずーっと山を取り囲むようにゆっくり動いていく。その胴体に沿うようにして、ミキちゃんどこにおるの広いところ出てきておばあちゃん探しようよミキちゃん必死で声をかけながらわーっと走っていって、雨はザーッと降ってくる。とにかくこっち出てきて、ミキちゃんいたら返事してと言って走って夢中で走っていくと、おそらくあの辺りに蛇の頭があるんじゃないかっていうところが見えてきて、あそこだ。で、そこに行くと、お社があるんですよ、そこに。お社があって、多分ここにいるなと思って、外から、ミキちゃん声をかけると、はいって中から返事が聞こえたんです。でもすぐにガチャンと開けると、女の子がこう膝抱えて座ってるんですね。ミキちゃんかい？はい。で、もうすぐに抱きかかえて山を下っていく。で、地盤の硬い方を探して、もう夢中で走って、もうシャレになんないくらい雨がザーッと降ってきて、もう命から必死で走って、もう乱暴に抱え上げちゃってるんですけれども、そんなこと言ってる場合じゃないんで、大丈夫だからねって言いながら夢中で走って、ようやく仮設テントのところまでたどり着いておばあちゃんにこの子ですかって言うと、ありがとうございます。本当にありがとうございますっておばあちゃんも泣いて喜んで、よかった、間に合ったと思ったら、またさっきと同じ何かの鳴き声のようなものが村中にやーっ
と鳴り響いて、それと同時にブチブチっていう、こう何か引っ張られていた糸みたいなものが引きちぎれるような音が聞こえたんですよ。はい。ブチーンっていう音が聞こえて、で、この時ふっと思ったんですね。これまでいろいろ研修をしてきて、習ってきたんですけれども、こういう何かちぎれるような音が聞こえる、山肌から水が溢れてくる、泥臭い匂いがする、この3つの条件揃った時に土砂崩れが起こるよっていうサインなんですね。で、その瞬間にはっと思ったら、ドーッと今自分たちがいた山が崩れたんですよ。崩れて、はっと見ると、もう、蛇の姿はないんですね。蛇の姿はなくって、稲鳴きだけがこう村中にわーっと轟いている。さっきまでトグロを巻くようにしていたあの蛇の姿はどこにもない。鳴き声だけがずーっと轟いていて、避難しよう。もう本当に間一髪セーフだった。あと1分1秒でも遅かったら自分もミキちゃんも土砂に巻き込まれて命がなかったんじゃないかって。で、バスに乗って近くの小学校まで、避難所まで行って。まだやることがたくさんあったんで、いろいろ声掛けをした後に、やっぱり気になったんで、ミキちゃんのところに行って、ミキちゃん、偉かったね。あんなところに隠れとって、雨に当たらんところって偉かったね。って言うと、ミキちゃん、お昼前から一人で、お社の前で遊んでいたそうなんですよ。で、だんだんポツポツと雨が降ってくると、知らないお姉さんが来て一緒に遊んでくれたと。で、どんどん雨が降ってきたから、ちょっと大人呼んでくるね、と、そのお姉さんが。じゃあ、こんな雨濡れないからここで待っててねって言われて、あ、わかったって言って中で待ってたんです。だから、何が起こってるか、雨は降ってるけれども、怖いっていう感覚はなかった。ただお姉さんの言う通り、ミキちゃんは待ってただけなんですけれども、で、そのお姉さんが山を降りるときに、一人じゃちょっと心細いだろうからっていうので、ミキちゃんに、これお守りね。お守り持ってれば大丈夫だから、このお守り持って待ってて必ず大人呼んでくるからって言って、手に何かポンと乗せてくれたって言うんですよ。で、それをね、しっかりとミキちゃんギュッと握ってたんですね。で、その時にもらったお守りだよって言って、パッと手広げたら、これ、蛇の抜け殻なんですよ。蛇の抜け殻が乗っていてみんな、一瞬びっくりするんですけど、びっくりしたこと言うと、子供怖がっちゃうんで、ああ、そうか。じゃあ今度、お姉ちゃんに会ったら返さんといけんねって言って、軽くそういうふうに、そんな話でまとまったんですね。ただ、もしかしたら若い女性が山の中に取り残されてるんじゃないかと思って、村の人たちに聞いて回ったんですけれども、誰一人としてそういった女性を知らなかったっていうんですね。で、その後、住人の方とお話をした結果、もう、高齢者ばかりだし、新しくお家を建て直す経済力もないからというので、話した結果、もうこの集落は潰してしまいましょう。なくしてしまいましょう。私たち別のところで暮らしましょうということで話は落ち着いたんです。でも、あんなことがあったんで、お社だけは建て直しましょうということになって、新しく建て直したんで、隊長さん見に来てくれませんかっていう連絡が来たそうなんですよ。で、見に行くと、新しくそのお社が建っているんですけれども、まあ、よくよく聞いてみたら、この村って昔から蛇神信仰があったそうなんですね。でも、村の人たちもよく知らなかったそうなんですよ、そういったことは。でも、その新しく建て直して村を救ってくださってありがとうございますということで、私たちの命を助けてくださってありがとうございますということで皆さん手を合わせて感謝したと。今、もうそのあたり新しい道路ができて便利にはなったんですけれども、何もないところにポツンとそのお社だけ不自然に立ってるんですよと。だから若い人たち、子供たちはなんであんな場所にあんなものが立ってるのか知らないと思いますよっておっしゃってました。で、ちなみになんですけれども、こういった何か災害があって救助に行ったとき、何があったのか、こういう行動をとったっていうことを、記録を必ず事細かく書く必要があるそうなんですが、上の方と相談した結果、あれ見たもの、あの時見たものっていうのは残すのやめましょうと。
これを記録に残すのはやめて救助をしたっていうことだけ書いて、見たものは伏せましょうということになったそうなんですね。で、これ不思議なことに、大きな蛇を見たのって、6人の隊員さんたちだけで、村の人たちは誰も見てなかったそうなんですよ。なぜか。村の人たちの守りの神だったはずなんですけれども、隊員さん以外には見えてなかったそうなんですね。で、私、どうしても、そのお社の場所を見に行きたくって、はい、お願いします。ちょっと、いろいろプライバシーとかもあるかもしれないんですけども、そこの詳しい場所っていうのは一切伏せるので、その、お社の立ってる場所を教えていただけないですかねっていうのを何度か頼んでみたんですけども、すいません、そこだけは、お伝えできないんですよということで、お話だけ預からせていただきました。なので、あれですよね。そういった災害があったとき、例えば村がこう亡くなってしまったりしたときに、もしかしたらそこだけじゃなくって、各地でそういった不思議なことがあるんじゃないかなって私改めて思ったんですよね。で、やっぱりもうそういった祠っていうのはもう全国各地にもうとんでもない数あるわけじゃないですか。はい、そういった不思議な体験だとか、そうやって助けられたっていうことがそれぐらいあったのかもしれないですよね。で、隊員の方たちだけにしか見えなかったっていうのが面白いと思って。そうですね。若い女性が待っててね、大人の人呼んでくるからねって言って、呼んでくるっていうことは隊員の方ってことですよね。だからここに来る、助けに来られる人にだけ姿を見せたっていうね。なんかそこもすごいなっていう。そうですね。なんでそんなものが見えたのか、実際に本当に見えていたのかどうかっていうのはやっぱり、いろいろ考えてみたんですけれども、ただ一人じゃなくって隊員さんたちにはみんな見えて、声も聞いているっていうことで、なんでこんな不思議なことがあるんだろうなって聞いてて私ちょっと感動してしまって、またその方言っていうのもね、またすごく素敵で、うまくね、私の方ではやっぱり本人が語った方が、うまくお話できると思うんですけれども、ゆっくり本当に当時のことを思い出してくださって、本当に丁寧に語ってくださいましたね。やっぱりね、その集落では、その蛇神様っていうのは手厚くずっとね、こう大事にされていた。だから最後その集落がなくなってしまうっていう時、最後の最後までそこを守るっていう風に、だからその神様と住民の方とのね、絆っていうのもすごく感じられますよね。そうですね。多分、トグロを巻いて一生懸命崩れる直前まで、こう山を抱いて守って、そういうことか。っていうことなんじゃないかなって思いますね。で、その鳴き声みたいな。蛇ってあんまりこうね、何か鳴くイメージないんですけど。そうですね。なんか、何に近いですかって聞いてみたんですけども、本当に聞いたことがないと。でも一番近い、違うけれども一番近いのは、怪獣映画の怪獣でも違います。でも、ーっとこう、一生懸命トグロを巻いて山崩れしないように、っていう声だったのかもしれないし。振り絞っていたのか。確かに言われて最後、ね、このね、ミキちゃんが助かるまでは、っていう。いや、でもなんか本当にあったかい話だし、まあね、大変なことはあったんだけれども、でもそこではそういうものを目にした人がいて、それによって助かった命があったんだっていうのは、まあこうやって話をね、聞けてよかったし、皆さんにもちょっと知ってほしいなっていう、正式なね、公の文書では良くないかもしれないけど、でもこういう会談という中でね、こうなんか、やっぱこう伝わってってほしいと思いましたよね。そうですね。これはちょっとぜひ皆様に聞いていただきたいなと思います。いやー、やっぱりそういったね、雨の災害ってまた最近多いですけど、そうですね。まあ数年前、僕の地元、長野の方でもね、もう大変な災害があったんですけど、やっぱりね、あれなんですよね。もう、こういうことがあるからって言って、地元の消防団の方とかが各家庭を回って、避難してください、避難してくださいって言うんだけれども、大丈夫でしょって言って、やっぱほとんど避難されない方もやっぱ多いんですよね。で、その後に、雨が止んできたから、小降りになってきた。ほら、大丈夫だったじゃんって思うんだけど、実は、雨がザーって降ってる時よりも、そのしばらく後に、増えた川の流れがザーッと来るので、雨が止んだからって言って、全くこうね、油断できないっていう。むしろ止んだ後、少し時間経った後の方が、パッとそれで一気にね、
水かさが増すってことがあるみたいなんで。そうですね。用心を重ねてじゃないですけど、何にもなかったら一番いいことなんでね、何かそういう誘導があった時にはもう迷わずついていってほしいなってね、思いますね。ちょうどそのね、夏の台風の時期ばかりね、皆さん注意しがちかもしれませんけど、まあもちろんね、その春の梅雨の時期もそうだし、この今秋、秋っていうのがね、この水害、結構本当にひどくて、大変な被害になる時期だってことなんでね、ちょっと見てる皆さん、本当にこう、やりすぎはないからね、なんかちょっとでもこう、安全な方に、今回の動画をきっかけにちょっとね、何かの時にはちょっと思ってほしいですよね。